皆さんこんにちは。小言ベーカリーの酒井です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。本日のテーマは週3日営業の小さいパン屋で食べていけるかについてです。皆さんの中には、将来小さいパン屋さんとかお菓子屋さんをやりたいという方、たくさんいらっしゃると思います。で、大体年間ですね、どれぐらい売り上げる予定にされてますか？で、大体どれぐらい売り上げたら食べていけると思っていらっしゃいますか？ネット上にはですね、パン屋さんとか、飲食店オーナーの、年間の、年収ですね、年収だったりとか、売り上げが載ってるサイトが、いくつかあると思うんですけれども、あれって、多店舗展開してるお店だったりとか、有名シェフの年収が含まれてるので、僕らみたいに小さいお店を経営したいっていう方にはちょっとあんま参考にならないんですよね。かといって、近所の小さいパン屋さんとかお菓子屋さんのオーナーに、年間どれぐらい売り上げてるんですかとか、食べていけるんですかとか、ちょっとなかなか聞きづらいところがあると思います。なので今回の動画では、うちのお店の、4年間の売り上げを公開したいと思います。あんまりね、この自分のお店の、売り上げを、具体的な数字で公開してる人ってあんまりいないと思うので、ちょっとドキドキしてるところもあるんですけれども、税務申告もやってますし、具体的な数字の方が、皆さんの、参考になるかなと思いますので、最後まで見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。今回の動画の対象ですけれども、これからですね、小さいお店を、飲食店を経営したいという方、飲食店を経営したいけれども、食べていけるかどうか不安な方に向けた動画になってます。うちのお店はどんなお店かっていうのを簡単に説明させていただきたいと思います。2018年の3月に一人で開業して、現在4年経営しました。で、今5年目に入ったところですね。で、お店の場所なんですけれども、兵庫県の姫路市というところでやってまして、姫路駅からだと徒歩40分ぐらいなんで、閑静な住宅街っていうところですね。で、店舗なんですけれども、テナントで借りていて、12坪程度ぐらいですね。で、スタッフさんは、販売と、製造補助で、アルバイトさんを、数名、雇ってるという感じです。で、パン焼き自体は、一人でほぼほぼやってるということですね。で、販売形態は、店頭とウェブで、パンの販売だけやってるということで、イートインはやってません。で、営業日ですけれども、週に3日だけの営業です。土曜日と日曜日と月曜日の営業で、木曜日と金曜日は仕込みに当ててます。で、火曜日と水曜日がお休みっていうことになってるんですけれども、結局事務仕事で1日潰れちゃうので、お休み自体はですね、週に1日だけですねっていうのがうちのお店のプロフィールになります。では早速開業1年目の売上について、紹介したいと思います。日商が約7万から10万円ぐらいで、月商でいうと約100万から130万円ぐらいですね。で、年商、年間の売上が、約1100万円ぐらいで、3月18日にオープンしたので、9ヶ月ちょっとの営業で、1100万円ぐらいっていうことですね。で、この年の商品数でいうと、パンが、200個から220個ぐらい1日焼いてましたと。で、1年目の営業についてなんですけれども、自分でパンを焼いて、で、販売は僕も出て、で、もう一人のスタッフさんに手伝ってもらってたという感じで営業してました。で、1年目なんで、とりあえずその
自分のお店の名前をいろいろ知ってもらいたいということで、いろんなイベントに出店したりとか、小麦畑の見学ツアーを企画したりとか、あとはパン教室とか、パンを使ったお茶会とかですね、いろんなイベントを企画して、いろいろやってましたね。ただ前回の動画でもちょっとお話ししたんですけれども、僕パン屋さんで働いたことがないので、パン屋経営の、オペレーションとかがなかなかイメージできなくって、結構ミスも多くてですね、でストレスで眠れないっていうのが、1年目の、なんか思い出というか、なんか経験ですね。なんで、睡眠時間も1年目は、2時間から3時間寝れたらいいかなぐらいなのが、1年続いたって感じです。では次に利益の話についてお話ししたいと思います。年商1000万だったら、十分じゃないのって思う方もいらっしゃるかもわからないですけれども、飲食業の年収1000万だと、全然食べていけないんですよね。っていうのは、売上から、原材料費、人件費で、家賃とか光熱水費とか、あと消耗品費ですね、これらいろんな経費を引いた、残りが利益になるんですね。で、飲食業の利益率っていうのは、一般的に10% と言われてます。よくて 20% ですね。うちで言うと、23% から 25% って言って、飲食業の一般的な利益率よりかはだいぶ高いんですけれども、うちはですね、農家さんのオーガニックの小麦を仕入れてたりとか、材料にこだわってるので、原材料費がめちゃくちゃ高いんですよね。その分ですね、お店の場所が郊外にあるので、家賃がだいぶ下げれてるっていうのと、あとはスタッフさんが一応全員アルバイトなので、ここで社員さんを入れてたら、その分人件費が上がって利益率が下がるんですけれども、そういう意味では、社員さんを入れてないので、人件費はかなり下げれてると。あとロスもほとんどないので、そういう意味で、利益率が一般的な、利益率よりかはだいぶ高いのかなと思います。で、皆さんの中にも、材料にこだわったお店をやりたいという方たくさんいらっしゃると思いますけれども、だったら他の、経費を下げてどうやって利益率を高めていくかっていうのを考えないと、売上をどんどん、上げていっても結局全然利益が残らないということになっちゃうので、そこはやっぱり、経営開業する前に、ちょっと考えてた方がいいのかなと思います。で、うちの、利益の話に戻りますけれども、年間売上、1100万円だと、利益が200数十万円しか残らないんですよ。これだともう趣味のパン屋レベルですよね。全然食べていけないんですよ。僕の場合で言うと、農家さんを応援したいというビジョンを掲げて、お店を始めたんですけれども、結局全然食べていけなかったりすると、ビジョンだけ大きくて、なんか全然ダメじゃんっていう風な話になるので、これじゃダメだなという風に反省しまして、この利益率を維持しながら売上をどんどん上げていこうという風に目標を立てました。で、次に開業2年目の売上なんですけれども、日商は約10万円から15万円で、月商でいうと、約140万円から170万円ぐらいですね。で、年商でいうと、約2000万円と。前年比は、でいうと約 180% 増ですね。で、1日に300個から380個ぐらい焼いてました。で、2年目の営業についてなんですけれども、売上高が2000万超えたので、なんとか食べていけるっていうレベルに行きました。で、売上が増えた要因ですけれども、一つは業務用エアコンを導入して、折り込みアイテムを増やしたということがあります。
で、1年目にやってた、出店とかイベント企画とかを、一切やめて、パン作りに集中したっていうのも一つ大きな要因です。で、これはたまたまなんですけれども、ライフ夢の形っていう、テレビ番組に取り上げられて、売り上げが落ち込みがちな、夏場にそれが放映されて、7月8月の売り上げが落ちなかったっていうのも、要因の一つになります。で、次に開業3年目の売り上げについてですけれども、日商が約13万円から17万円で、月商でいうと約170万円から220万円ですね。で、年商が約2400万円ということで、前年比約、120% 増ですね。で、1日の商品数が320個から390個ぐらいでしたね。で、3年目の営業についてなんですけれども、新型コロナウイルスの緊急事態宣言とかが出て、実店舗の営業はなかなかしづらい状況が続いてたんですけれども、その分ウェブショップの、販売数をかなり増やしたので、全体で言うと売り上げは下がらずに、逆に伸びたということですね。で、売上のブレについては、ある程度仕方ないんですけれども、7月、8月ぐらいには、やっぱりちょっと売上が落ち込む時期があったので、ここはちょっと課題かなというところでしたね。で、売上とはちょっと話が、それるんですけれども、3年目から消費税の支払いが始まりました。消費税っていうのは、2期前の課税売上が1000万を超えると納税義務が出てくるんですけれども、3年目に消費税の支払いを初めてやって、所得税と同じタイミングで納税しないといけないんですけれども、かなりね納税額が大きいんですよ。で、特にその2000万円とか超えてくると納税額が所得税に比べてもかなり大きくなっちゃうので、ここは注意が必要かなと思います。で、パン屋さんとかお菓子屋さんとか何でもそうですけれども、経営していくと、税金の知識っていうのがかなり必要になってくるなっていうのが分かってくると思います。なので、別の動画にはなるんですけれども、また、税金のお話についてもね、していきたいなと思いますので、また、それも企画していきたいなと思います。開業4年目の売上なんですけれども、日商が約14万円から18万円で、月商でいうと約170万円から220万円ですね。で、年商が、2650万円ぐらいでしたね。で、前年比でいうとここぐらいからあんまり伸び率でいうと、低くなってくるんですけれども、約 110% 増といったところでした。で、商品数は、340個ぐらいから400個ぐらい1日焼いてました。で、4年目の営業についてなんですけれども、4年目に入ってインスタのフォロワーさんが1万人を超えたっていうのが大きい影響かなと思いますけれども、ウェブショップの集客はもう圧倒的に強くなったなという印象があります。毎週ですね、火曜日か水曜日とかにウェブショップを更新して、在庫を増やすんですけれども、数十分ぐらいで、全部完売になってしまうっていうのが、4年目からそういう感じになったので、インスタでの集客っていうのは、今後しばらくかなり重要になってくるのかなと思います。で、売上が増えたもう一つの要因ですけれども、冷凍ストックできるパイ商品っていうのを、増やしたっていうのも一つの要因になります。で、あとは、ちょっとプライベートなことにも関わりますけれども、4年目の7月に結婚して、パティシエである奥さんが、製造スタッフとして入ってくれたっていうのが、大きい要因の一つですね。やっぱりね、その夫婦で働くっていうのが初めて経験したんですけれども、もちろんね、経営っていう面でもそうですけれども、メンタルっていう意味でもかなりやっぱり強いですよね。
どうしてもね、経営者って孤独なんですよね。経営者の悩みってなかなか他の人と共有しづらいっていうのがありますので、そういう意味では、奥さんになんかいろいろ悩みとか、不安とか相談できるっていうのはかなりメンタル面で大きいかなと思います。で、現在、開業5年目なんですけれども、その途中経過ですね。日商が、約18万円から21万円で、月商が約230万円から240万円。今、4月の、後半なんですけれども、年商今のところ分かんないですけども、2800、2900ぐらいいけたらなっていう感じですね。で、商品数も、1日の商品数も結構増えて、400個から450個ぐらい、1日焼いてますと。では最後にまとめです。週3日営業の小さいパン屋で食べていけるかについてお話ししてきましたけれども、僕の実感としては、なんとか食べていけるのかなっていうのが、印象ですね。これは人によって受け止め方がね、多分それぞれだと思うんですけれども、1000万ぐらいお金かけて、リスクがかなり大きいのに、開業して、それだけしか稼げないのかっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますし、自分の好きなことを仕事にして、それだけ売り上げれるんだったら全然いいんじゃないのっていうふうに、好意的な印象を持つ方もいらっしゃるかもわからないです。それはね、人によって価値観が違うので、何とも言えないところですけれども。で、4年間の売り上げを、公開したわけですけれども、これはあくまでも僕の例です。で、パン屋さんとか飲食店で、長いこと修行した方だったりとか、ビジネスセンスがある方だったり、ね、そういう方だったら、もっと売り上げを伸ばして、もっと十分にね、食べていけるぐらいの利益を出せると思います。で、これからも、皆さんの、小さいお店を持ちたいっていう夢をね、実現させるための、情報を、僕なりに、シェアしていきたいと思いますので、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。